はい、ということで帰ってきました。お土産をね、開封していこうと思います。どっから紹介していこうかな。最初に入ったのがジブリの大倉庫だったので、真ん中にあるね、冒険飛行団のお土産から見ていこうと思います。はい。1点目がこちらですね。これはね、もう皆さんご存知、琥珀糖ですね。ダイソー庫ですごく人気のアイテムで、お菓子なんですよね。砂糖菓子っていうのかな。耳をすませばで出てくる古い時計のドワーフとエルフ、1時間に1回かなにしか会えないっていう有名なシーンの琥珀糖ですね。ちょっとね、中は見てないんですけど、こんな感じになってるんだ。すごい。かわいい。これね、昔はカンカンだったみたいな話をちょっと聞いたんですけど、ちょっと定かではないんですけど、これは紙製になってますね。これね、人気で、私が入った時に残り5、6点ぐらいで、店内を回って見ていて、また戻ってきた時にはね、もう売り切れってなってました。だからギリギリ買えてよかったなっていう感じです。10時開店の人たちが、もうショップがね、開くのがちょっと後なんですよ。10時半とかかななんですけど、もう最初にショップの方に並んで、この琥珀糖をめがけてね、行く人もいるぐらい人気のアイテムですね。ギリギリ買えてよかったなと思います。開けてみるとこんな感じになってます。すごい宝石みたいにキラキラしてますね。食べるのもったいないかもしんないこれ。確かに人気なのうなずけますね。1人2箱まで買える感じだったんですよ。なので2つ買ってる人とかもいましたね。私はね、1個でいいかなっていう感じで、他の人もね、行き当たるように自分は1個だけにしました。またね、次回行った時も買えたらいいかなと思います。中の色とかランダムなんですかね。これはね、人気になるの分かりますよね。じゃあ次見ていきます。2点目がこちらですね。見えますか？カルシファーの目玉焼きとベーコンを焼いてるシーンがあると思うんですけど、それを模した磁石ですね。ちょっとね、中身見ていこうと思います。これね、いくつかシリーズがあって、10種類ぐらいあったと思うんですけど、そのうちの私はハウルの動く城のカルシファーにしました。何個かね買ってる人もいたんですけど、これ1個1000円ぐらいしちゃって結構高いので、私はねとりあえず1個だけにしておきました。すごい、見てください。もぐもぐしてる。これ殻もらった後ですね、絶対。すごいリアルですね。ベーコンと卵はこんな感じで、火もね透明になってるんですよね。で、後ろにマグネットがついてるので、冷蔵庫とかにねペタッとくっつけておけるって感じで、買って正解でしたね。ちょっとお高いなとは思ったんですけど、シリーズで集めたくなっちゃうかもしれない。次回行った時には別のやつを買ってあげようかなと思います。やっぱり日本は食品サンプルとかでも有名なところだと思うので、こういう技術が長けているのかなと思います。じゃあ次見ていきます。はい、次はこちらですね。これはね、最近発売された新商品らしくて、小玉のストームグラスってやつですね。いきますよ。ババーン。うわー、かわいい。小玉です。中にね、なんかアルコールとかちょっといろいろよくわかんないんですけど、なんか入ってて、その日のね、気温とか、天気によって様子が変わる、結晶の感じが変わる、そういう、いわゆるストームグラスってやつですよね。が販売されてました。で、これね、ちょっと問題があって、飛行機に乗せることができないんですよ。アルコールとかそういうのを使ってるので。なので、海外から来てるお客さんとか、あとはね、九州とか北海道から来てる人はね、買えなくてすごい残念がってる人がいっぱいいました。なので、私はね、新幹線だったんで問題なく購入することできたんですけれども、持って帰れる交通手段でね、来ている方はね、これぜひ買った方がいいと思います。最近発売された新商品らしくて、まだね、紹介してる人とか見たことないかもしれない。これから先人気が出て売り切れちゃうかもしれないので、見つけた方はね、ぜひ買っておいた方がいい気がします。レジのところ、ガラスケースの中に置いてあるので、店員さんに声をかけて出してもらうっていう販売方法になるので、ぜひね、行ってみた方は探してみてください。で、このストームグラスはね、天気によってこんな感じで、結晶の表情が変わるみたいですね。今日はね、外晴れてるので、こんな感じで澄んだ色になってます。上の方に水がきれいに溜まっていて、下の方にね、結晶が沈殿している感じになってるのかなと思います。もうちょっとね、なんか天気が荒れたりした日にいろいろと見ていきたいなと思いますが、毎日これを眺めることが日課になりそうな感じで、これは買って正解だったなと思います。じゃあ次見ていきます。はい、4点目はこちらですね。千と千尋の神隠しに出てくるこの紙の人型付箋ってやつですね。これね、すごくお安かったです。500円ぐらいかな。そんなにお高く、書いてあります。550円ってお安かったので
これはねもう間違いなく買って問題はないかなと思います。ちょっと開けてみますか。どんな感じかな。うわー、本当に映画に出てくる人型の紙の付箋だ。どこが、多分顔の部分、ここがシールになってるので、まあね、何か書いてこうペタ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 貼っていくといいんじゃないのかなと思います。これだけだったらね、なんだろうと思っちゃうので、結構ね複数枚でこうペタペタ貼るのがいいのかなと思います。一つでね20枚入りなんですけど、2、3個買っても全然いいかもしれないですね。これは家のメッセージボードとかある方はね、そこに貼ってこんな感じで賑わせていくのがいいんじゃないのかなと思います。これでね、私が買った冒険飛行団での買い物は以上となります。全部で4点購入しました。他にもね YouTuber さんが紹介してた顔なしのポーズとかすごい狙ってたんですけど、それはねもう1ヶ月ぐらい前から入荷が止まっていて、もう売り切れちゃってて売ってなかったです。またね待ってたらそのうち入荷するかもしれないっていうことだったので、また次回行った時にリベンジしたいかなと思います。じゃあ次のアイテム見ていこうと思います。はい、次はですね、青春の丘エリアで買ったアイテムになります。アトリエ地球屋っていうところがあって、チケットを持ってると中に入れるっていうシステムなんですけど、その中にもねちょっとだけ小さい売店みたいなのがあって、そこでねアイテムが購入することができるので行ってきました。動画の中ですでに話したかもしれないんですけど、私が買ったのはこれですね。缶バッジになります。ちょっと中身見えないんですけど、有名な時計の缶バッジですね。開けてあげるとエルフの王女様の缶バッジです。裏はねこんな感じで普通の缶バッジになってますね。本当はねドワーフとセットで買いたかったんですけど、ドワーフの方はねもうゴールデンウィーク中に売り切れちゃったみたいで購入することできなかったです。なのでドワーフの方もまた次回行った時にリベンジしたいなと思います。これね1個1000円ぐらいして結構高いんですよね。なのでちょっと大事にしていこうかなと思います。バッグとかにつけたりはしないかな。家の中で飾る感じになるかもしれない。1000円するだけあってね、わかりますかね。この縁取りがすごい高級な感じで箔っぽくなってるのかな。綺麗ですよね。で裏もね金色なんですよね。なかなか金色の缶バッジってない気がするので、結構こだわって作っているアイテムなのかなと思います。他にもポストカードとか実際に使える切手とかも売ってたんですけど、もったいなくて使えないかなと思ったので購入しませんでした。なので青春の丘エリアで購入したのはこれだけとなります。じゃあ次見ていきます。はい、次はですね、もののけの里で購入したアイテムを見ていこうと思います。まずはこれですよね。五平餅のコーナーで購入した醤油とナポリタンの、ソース、タレですよね。これね、余ったら持って帰れるので、全然使い切ることないんですよ。なので、これはね、持って帰って、この文字はね、鈴木敏夫さんが書いているものなので、この瓶自体もね、一応ジブリグッズにはなるのかなと思って、使い切った後とかも何かを入れて飾っておくのは、ありなんじゃないのかなと思います。次はこれですね。ババーン、ちょっと見えないかな。アシタカのタオル頭巾ですね。現地で実際に被ってうろついたりしていたので、これは開封された状態になってます。もののけの里でアシタカのこのタオル頭巾とサンのねお面の被り物みたいなのが売ってて、サンの方はねちょっと凝ってる分お高いんですけど、アシタカの頭巾はね2000円ぐらいだったので、使ったこともあってタオル生地でねちょうど汗とかも拭えていいなと思って購入しました。これはねジブリパークのタグもついてますし、で小玉のねこの感じも可愛くて、実際に園内にはねこれを被っている男性とサンの方をかぶっている女性が一緒に歩いてたりしてて、ああいうのを見てるだけでもねすごいこっちも楽しい気分になるので、全然ねこういうのは臆せずガンガンかぶってその辺をカッポしていきたいなと思います。もしね次回チャンスがあれば、私もねもう少し気合を入れて他の来園者のことも楽しませることができるような、で自分自身もその世界観に浸れるような、そういう格好をねしていきたいなと思いました。じゃあ次見ていきます。はい、次はこれですね。もののけの里のお土産といえばこれがすごく有名なんじゃないのかなと思います。映画の中でもねサンが口移しでアシタカにご飯を食べさせてあげるっていうシーンが有名かと思うんですけれども、それを模した干し肉ビーフジャーキーですね。これはね絶対に買いたいなと思っていました。じゃあねせっかくなんで中身も今開けてみようかなと思います。中はねこんな感じになってますね。結構ゴロゴロ大きめのがいっぱい入ってますね。ババーン、本当に映画の中に出てきたような干し肉ですね。美味しそうな匂いがすごいしてます。もののけの映画見ながらねこれをおつまみに食べながら過ごすのもすごいいいんじゃないのかなと思います。私はね今開けちゃったのですぐ食べないとこれダメになっちゃうと思うので、なるべく早く食べていこうかなと思います。これはね
絶対に間違いのないアイテムだと思うので、もののけの里に行った方はぜひこれ買って帰ってお土産にしてもらいたいなと思う一品ですね。で、最後の1点がこちらになります。たたり紙だー。たたり紙のキーホルダーですね。黒っぽく見えるんですけど、実際にはね、ちょっとネズミ色っぽい、シルバーっぽい感じの毛の色になってますね。で、これ足がいっぱいついてると思うんですけど、中に針金が入ってて自由に形を変えられるんですよね。こんな感じで。なので好きなポージングとかをしてあげられるものなのかなと思います。で、私はね、基本的には黒いぬいぐるみをいっぱい集めてるんですよね。今回一緒に連れて行ったお化けトトロとか真っ黒クロスケとか、あとは顔なしとか、そういう系のアイテムを集めてるので、この子は黒ではないんですけれども、グレーカラーでいいかなと思って、これもね、ぬいぐるみコレクションの1個として追加することにしました。もののけの里で購入したのはこの4点ですね。じゃあ次見ていきます。はい、次はですね、ジブリパークの外ではあるんですけれども、入り口のエレベーター塔の近くにロタンダ風が丘っていうショップがあるんですね。そちらね、ジブリパークへの入場券がなくても誰でも入って購入することができるショップになっているんですけれども、そこにしか置いてないグッズとかもあるんですよ。なのでジブリパークに行った際はそこも見落とすことなくちゃんと見て帰ってほしいなと思います。で、私が購入したのは1点目はこちらですね。こだまの苔鑑賞セットっていうものがあるんですよね。これはね、ロタンダ風が丘さんにしか置いてなくて、店員さんにね、聞いてみたら、それはロタンダ風が丘に置いてるので、行ってみてくださいということで、無事に購入できたものですね。中はこんな感じでね、まだ水に浸ってない苔が入ってますね。多分これが小玉なんだと思います。ちょっと見てみましょうか。かわいい。見てください。小玉だ。これはね、陶器製の小玉になってますね。こんな感じですね。トレイの形に合わせてハサミなどで形を整えた苔を配置してくださいって書いてありますね。これはね、ぜひとも皆さん買ってほしいですね。めちゃくちゃ可愛いですよね。特に私最近引っ越ししたてで家に観葉植物とかちょっと欲しいなと思っていたところなので、まずはこの子から育てていこうかなと思います。これはマストで買うべきアイテムなんじゃないのかなと思います。じゃあ次見ていきましょうか。はい、次はこちらですね。これパッケージ見てわかる方いますかね。猫の事務所っぽくなっているので、勘のいい方はパッと気づいたと思うんですけれども、猫の恩返しに出てくるお魚クッキーですね。猫の恩返しファンの方はね、これも見逃すことなく絶対に買って帰ってほしいアイテムですね。ちょっと中見ていきましょうか。開いた。中まですごい凝ったデザインになってますね。なんかついてる柄が。これは壁紙の色。すごい。中までちゃんと猫の事務所になってるんだ。こんな感じになってます。見えますかね。ソファーとかいろいろ書いてありますね。すごい。ちゃんとこだわってる猫の事務所で、お菓子自体はこんな感じの、これも映画の中に出てきた小包みたいな感じになってますね。中はこんな感じでかなりいっぱい入ってますね。お魚クッキーこんな感じです。すごい美味しそう。これだけ見るとね、何なのかちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、はるちゃんが幼少期の頃にゆきちゃんだったかな、お腹空いてそうなゆきちゃんにお食べって言ってあげてたお魚クッキーの実物になります。これもね、ロタンダ風が丘さんではもうマストで買うアイテムなんじゃないのかなと思います。じゃあ次見ていきましょうか。はい、3点目はこちらですね。千と千尋の神隠しに出てくる石像ですね。門のところにいるやつですね。珪藻土と炭でできている湿気を吸ってくれるような置物なのかなと思います。かなり機能的なので、トイレとかあとは玄関とかに置いてあげるとね、湿気とか吸ってくれて、あとね、消臭効果もあるみたいなので、これもね、買ってる方多かったなと思います。若干不気味さがあって家にあったら怖いかもしれないんですけども、これも買っておきました。いいですよね、これ。知らない人が見て何も言われなかったら千と千尋のグッズって分かんないのかなとは思うんですけども、実際これは私、玄関かトイレかどっかに置いてあげようかなと思います。で、こんな感じでロタンダ風が丘さんで買ったのは私はこの3点ですね。特にね、この置物系が増えたのはすごい嬉しいなと思います。さっき紹介した小玉のストームグラスと一緒にね、いろんなとこに飾っていって部屋をね、ジブリだらけにしていこうかなと思います。じゃあ次も続々と見ていきます。は
はい、次はですね、2日目、どんどこ森で購入したものになります。どんどこ森にはね、2つ売店がありまして、山に入る前、バスが発着する場所ですね。あそこで買えるアイテムと、どんどこ森の中、屋上の売店で買える2箇所あるんですけど、これはね、手前の案内所のところで購入したものになります。これですね、どんどこ飴になります。映画の中で登場するトトロのどんぐりが入ってるお土産あると思うんですけど、あんな感じをイメージしたパッケージになってます。なんか和紙みたいな感じになってて、ちょっと質感が本当の葉っぱみたいな気がしますね。で、中はこんな感じかな。これも開けなきゃいけないやつかな。よいしょ。出てきたかな。これで全部かな。こんな感じで飴がランダムで入ってるんですよね。これね、どれが入ってるのかはね、開けてみないとわからない感じになってると思います。私はね、6種類。何の柄なんだろうな。小トトロのシルエットにどんどこ森の「ど」って書いてあるんですね。他のやつは何だろう。これはね、でも真っ黒クロスケなんじゃないのかな。さすがに、べっこう飴なんで歪んじゃったりはあるのかなと思います。で、これはどんぐりだと思いますね。6種類6種類であるので、全部で12色あるのかなっていう感じがしますね。私は1個だけ購入したんですけど、何個か3個ぐらい買っている方もいたので、やっぱりコンプリートして全部見たい方は、複数個買いするのがおすすめかなと思います。これもね、行ったらぜひお土産として買っておきたいアイテムの1個なのかなと思いますね。じゃあ次見ていきます。はい、次はですね、どんどこ森の山頂にある売店で売っているお土産になりますね。私が買ったのは、ババーン。何かわかりますか？お守りなんですけれども、どんどこ森って書かれていて、私はね、顔なし柄を買いました。これね、いくつか種類があって、6種類ぐらいかな。顔なしと、伞と、あとはたたり紙と、結構いっぱいあって、それもね、写真撮っておいたので載っけておこうと思います。結構日によって売り切れちゃっている柄とかもあって、私が行った時は、たたり紙が売り切れてたのかな。でもね、私その中でもどれがいいかなってなった時に、黒地に赤い紐がすごくなんかお守りっぽい感じでいいなと思って、顔なしの顔がボーンって乗ってるのがすごいいいなと思って、私は顔なしを選択しました。今回は顔なしで、次回行く時はまた別のキャラクターを買ったりとか、ちょっとずつ集めていくのもいいのかなという商品ですね。他にはね、手ぬぐいとかもあったんですけど、4種類あったうちの3種類ぐらいはもう売り切れちゃってて、行くたびちょっとずつ、増やしていくのがいいのかなと思います。これはね、普通にお守りと一緒の感じで、その辺のバッグとかにつけて肌身離さず持っておこうかなと思います。ということで、私がどんどこ森のエリアで購入したのはこの2点ですね。はい、ということで、私が初めてジブリパークに行って買ってきたお土産は以上となります。結構ね、いろいろ思いのほか買ってしまったなという感じがしますね。普段からね、あんまりグッズをね、買いすぎないように気をつけているんですよね。キリがなくなってしまうので、なるべくね、買いすぎないように、本当に厳選したものだけを買うようにしてるんですけれども、やっぱりね、ジブリパーク聖地に行ったらテンションが上がって、これもこれもっていう感じでついつい細々としたものをね、買ってしまいました。そんなにね、買ってかさばるようなものはね、買ってないと思います。置物系はね、結構買っているんですけれども、これ苔とか可愛いですし、これとか湿気取ってくれますし、この子供もね、天気とかによって変わってくれるんで、いい買い物をしたなと思います。あとは、こういうお菓子とかね、うせ物系が多いのかなと思いますね。こういうね、細々としたちっちゃいチャーム的な、磁石とか小物系はね、どんどんキリがなくて増えていっちゃうんですけど、やっぱり記念としてはね、どうしても持っておきたいなという感じで、ジブリパークに行くたびに1個ずつ増やしていくとか、お守りとかもそうですよね。1個ずつ増やしていって、ちょっとずつその行くたびの思い出としてね、集めていけたらいいのかなと思いますね。で、私はね、今回こんな感じでプレミアムチケットで入ってきたんですよね。なので、このリストバンドもこんな感じで持ってますね。プラスチックパーツがついてるんですけど、あれはね、家に帰ってきてからニッパーで割って綺麗に外しました。このね、テープもね、毎日色とか全然違うんで、行くたびにどの色になるかなっていうのをね、ちょっと楽しんで集めていけたらいいかなと思います。で、せっかくね、ジブリパークのプレミアムチケット買って全部のエリア入れたんですけど、唯一買ってないのが魔女の谷の13人の魔女団っていうところのトップさんですね。そこはね、私1日目の後半夕方ぐらいに行ったんですよね。金のぬいぐるみとかすごい有名だと思うんですよね。
きいぬいぐるみとかチャームとかいろいろあると思うんですけど、私が入った時間にはね、もう当たり前ですけどすっからかんになっていて、欲しいお土産もね、結構気になるものはあったんですけど、 T シャツとかもねサイズが欠けてしまっていたり、あとはハウルの魔法陣のラグマットがあって、すっごい気になって悩んだんですけど、閉園時間も近かったので、ちょっとね今回は一旦見送ろうかなと思って買わなかったです。買っておくべきだったかなともちょっと思ってるんですけど、また次回行った時にもねあるのかなと思って、部屋のインテリアとかとの兼ね合いを考えて、検討していきたいなと思います。ではちょっとね長くなってしまいそうなので、今日はこれくらいで失礼しようかなと思います。また何かありましたら、ジブリ系の動画もねどんどん撮って投稿していきたいと思いますので、よろしくお願いします。バイバーイ。